こんにちは、大岡祐介です。今回はインスタグラムに高画質で動画をアップロードする方法についてご説明したいと思います。今回僕なりの動画をきれいにアップロードする方法についてご説明したいと思うんですけど、ちょっと劣化はやっぱり、多少なんですけどしてしまうものですね。それを先にちょっとお伝えしたいんですけど、今から僕がご説明するのがインスタグラムに、動画をきれいに投稿する方法の、一番重要なポイントがあって、それはですね、まずカメラの設定なんですね。よく、インスタグラムに綺麗な動画がアップロードできませんっていうご質問をかなりいただいて、本当に撮ってる時がすごく大事なんですね。っていうのは、例えばこういう、暗いところで撮影すると、もちろんノイズも出ますし、それをノイズがかなり出た状態で編集して、インスタグラムに投稿しても、もちろん動画が汚いんですね。ISO感度とか F 値とかシャッタースピードだけじゃなくて、カメラの設定っていうのは、例えば 4K で撮ったりとか、フル HD で撮ったりとか、で、フル HD にも MP4、基本的にデバイスで見るだけの形式だったりとか、MOV っていう編集に特化した形式だったりとか、そういう撮り方によっても多少なり画質の差は出てきます。なので、普段僕が、撮影している設定はフル HD で60フレームで撮ったりして、一応 MOV で一番重いですね。一番重い形式で撮影してます。なるべくデータは重い方がいいんですけど、それも作業環境によってちょっと変化していて、 PC のスペックがあまり高くない場合だと編集作業がちょっと効率悪いので、そこは自分の PC だったりとか編集環境に、合わせて選んでいただければ幸いです。この次に大事になってくるのが書き出し設定ですね。書き出し設定ってとても大事で、例えばですけど、カメラ設定で 4K で撮影したとします。でも編集環境ですね、書き出しするときはフル HD だとしたら 4K で撮ったものがフル HD になるので、もちろん撮影した時よりも汚くなりますよね。そういう書き出し形式が間違っている場合は、もちろん画質が汚い原因にもなりますし、書き出し形式でピクセル比だけじゃなくて、基本的に YouTube だったりとか SNS で推奨されている書き出し形式は H264 コーデックって言って、デバイスで再生するのに一番適した形式なんですね。その形式の、高速ビットレートっていう書き出し形式が、SNS とか媒体でも推奨されているので、それがかなりおすすめなんですけど、この形式じゃない書き出しの場合、例えば自分が編集した動画がより圧縮されてしまった場合、この H264 の高速コーデックって書き出しも映像制作だったりとか、お仕事でする際には全然適してなくて、デバイスで SNS とかに発信するように特化してるんですね。っていうのは、動画元はフル HD でしっかり撮ってるんですけど、それをそのまま非圧縮で書き出すとものすごいサイズになってしまうんですね。そうすると用途にも悪いですし、全くデバイスにも映せない状態になってしまうので、 H264 の高速コーデックって言って、その動画をいい感じに圧縮して画像の劣化も少ない状態で書き出しするんですね。それが多分基本的に皆さんが発信している画質となります。で、僕も SNS に投稿する際はこの編集した素材っていうのを H264 の高速コーデックで書き出して SNS に投稿しています。また別の話になるんですけど、僕が映像の仕事とかで納付する際は Apple のプロレスだったりとか、そういうプロレスっていう、キーワードになってくるんですけど、それは後日動画にしたいと思うのでまたお話しいたします。で、インスタグラムで、投稿する動画のアスペクト比っていうのは3パターンで決まっていて、メインで取り扱われているインスタグラムですね。まず、正方形1対1、正方形の動画、その次に縦長5対4の動画ですね。その後に、9対16の縦長の動画もしくは横長の動画がインスタグラムでは取り扱うことができます。でもインスタグラムに適しているのはやっぱり正方形で4対5の投稿だったり、縦の投稿ですねが一番そのスマートフォンで見た時に画面がでかいので見栄えも一番いいです。けどカメラってメインは横で撮ってるのでちょっと編集がめんどくさいんですけど、僕は、以前投稿した、昨日動画を投稿したんですけど、それも4対5の縦の長方形で投稿するようにしています。この縦の投稿の高画質の秘訣なんですけど、多分縦で投稿する際に画質が汚くなってしまう人ってまず横で編集するんですね。それは一応 YouTube 用に撮っといて、僕はそのシーケンスを4対5で作って、そこでクリップをコピーして編集するんですね。
けど画質が汚くなってしまう人っていうのは多分横で一回書き出すんですね。でその書き出した動画をまた別のシーケンスに移動させる。でそこでまた書き出すことによって一回横で書き出したものをまた縦で書き出すので二重書き出しになってしまうんですね。そうすると1回圧縮した動画をまた圧縮することになるので、ファイルサイズももちろん小さくなれば画質の劣化ももちろんあります。なので二重書き出しは NG です。ちょっとめんどくさいんですけど、僕が昨日投稿した動画も一旦横でしっかり書き出す。で横でも制作する。でまたシーケンスで4対5の縦の比率を作ってコピーして、でもちろんその横で制作していたものが縦に変わるので調整レイヤーだったりとかクリップのサイズとか全く違ってくるんですけど、それもしっかりスケールして4対5に合わせて書き出すことによって、その4対5の比率で1回目の書き出しなのでもちろん綺麗な動画なんですね。それをインスタグラムなり SNS にアップすることによって画像の劣化が少ない状態で高画質のまま投稿することができるのでおすすめです。僕が知ってる限りインスタグラムに高画質でアップロードする方法についてご説明したんですけど、やっぱりその僕も最初編集してた時ってインスタグラムにアップロードすると画質が汚くなったりとかしててすごく悩んでたんですね。けどやっぱりそのちょっとインスタグラムのフォーマットに関して勉強するとともに、で以前の自分の映像を振り返ってみるとそもそも映像自体が汚かったっていう結論に至ったので、まずこの動画を見て、動画を高画質で制作したい人にアドバイスすると、まずカメラの撮り方ですね。先ほどもご説明したんですけど、カメラの設定だけじゃなくて、例えばスタビライザーを使って滑らかに撮影するとか、でそれって形式とは全く関係ないんですけど、やっぱり見ている人ってブレブレの動画よりも綺麗に撮影してた方がなんか印象としてはすごく綺麗に撮れてるなっていう印象なんですね。それってノイズとか画質の汚さとかそういうの全く関係ないですけど、印象に関わってくる部分なので、高画質でアップロードはもちろんなんですけど、そもそも映像自体を綺麗に仕上げるっていうことも力を注いだらもう少し今の自分の映像よりもグレードアップすると思うので、ぜひ参考にしてみてください。で、基本的に何か、動画編集に関して気になる点だったりとかいろいろあればどしどしコメントください。僕が動画にするので、お力になれればなと思います。本日はどうもありがとうございました。